こんにちは、月島です。昨年のブラックフライデーで私にとって初めてのソノックスプラグインであるインフレーターを購入して使用してみたところ、すっかりファンになってしまいました。そしてニューイヤーセールやサマーセールなどがあった結果、気がついたら前回の動画からまた一つ追加されて8つのソノックスプラグインを所有していました。今後積極的に使用していくつもりですので、整理しておきたいと思います。プラグインは8つありますので2回に分けて見ていきます。今回の動画では基本となるバンドルセットのエッセンシャルバンドルを見ていきたいと思います。目次です。エッセンシャルバンドルとは、オックスフォードダイナミクス、オックスフォードスプレッサー、オックスフォード EQ、オックスフォードリバーブ、最後にまとめと次回予告です。それではパソコンの画面に移行します。ソノックスのプラグインにはお得に購入できるバンドルセットが存在します。その中でエッセンシャルという4個セットのプラグインが今年2021年のニューイヤーセールでとても安くなっていたので購入しました。含まれるプラグインはミキシングの基本になる4種類で、オックスフォードダイナミクス、オックスフォードスプレッサー、オックスフォード EQ、オックスフォードリバーブです。平たく言うとコンプレッサー、ディエッサー、イコライザー、リバーブです。まずはオックスフォードダイナミクスから見ていきたいと思います。オックスフォードダイナミクスはコンプレッサーと言いましたが、実はこれ一つでダイナミクスの処理がほとんど賄えます。プラグインの左下の部分を見てみるとわかるのですが、ゲート、エキスパンダー、コンプレッサー、リミッターとあります。これ一つで4つのプラグインの機能があります。それぞれインとアクセスをオンにするとパラメーターが切り替わります。今はコンプレッサーの状態です。ゲート、エキスパンダー、コンプレッサー、リミッターと変わります。それぞれで数値を設定することもできますし、同時に使うこともできます。他にサイドチェーンフィルターと倍音を付加できるウォームスが使えます。プリセットはこんな感じです。数は少なめです。ドラムループに G シリーズエミュレーションとマスターのプリセットをかけてみて比較をしてみたいと思います。まずは G シリーズエミュレーションです。次にマスターのプリセットです。感想としてはこれ一つでかなりお得なプラグインだと思います。次はディエッサーを見ていきたいと思います。オックスフォードスプレッサーはディエッサーというカテゴリーですが、使用できる周波数帯が 20Hz から 20kHz ですので、ほぼ全帯域に対応しているワンバンドのダイナミック EQ ということになります。ちなみにウェーブスの R ディエッサーと比較してみます。こちらが普通のディエッサーといった感じで 1kHz から対応となっています。この帯域の耳障りな高音成分を調節します。また普通の EQ とダイナミック EQ の違いも簡単に説明します。普通の EQ は決められた周波数帯を常にブーストもしくはカットをします。ここの原因を上げると 1000Hz を 3.4dB 常にブーストします。対してダイナミック EQ はスレッショルドの値を決めて指定した周波数の音が何デシベル超えたらカットするといった動き方をしますので、コンプレッサーのような動きをするイコライザーと言っていいと思います。よりピンポイントで無駄のないイコライジングが可能です。今このスプレッサーはアコースティックギターのトラックにインサートしてあります。再生します。
現在だとスレッショルドの値が高すぎてディエッサーがかかっていない状態になっています。少し下げてみます。リダクションが反応し始めました。もう少し下げてみます。この設定でだいたい3デシベルぐらい音をリダクションしています。ない状態と比較してみたいと思います。まずはバイパスです。かけた状態で再生してみます。はい、いい感じだと思います。次はイコライザーを見ていきたいと思います。オックスフォード EQ はとてもオーソドックスなデザインのイコライザーです。5バンドとローカットとハイカットのフィルターが用意されています。最近のイコライザーはアナライザー機能がついているものが多いです。オックスフォード EQ の現在のバージョンにそういった機能はありません。Waves の REQ や Fab フィルターの Pro EQ などはアナライザー機能がついています。トラックを再生してみます。次のバージョンで装備されるかもしれませんので期待したいと思います。オックスフォード EQ の特徴的な機能として4種類の EQ タイプを選ぶことができます。説明書によるとタイプ1は SSL4000 タイプ、タイプ2はカット時に Q が鋭くなる EQ、タイプ3はニーブ SSLG タイプ、タイプ4は Q がなだらかになる EQ だそうです。これらを選択してイコライジングできます。有名なコンソールを選択できますので、意外とアナログライクな動き方をするイコライザーかもしれません。プリセットは用意されていないようです。次はリバーブを見ていきたいと思います。オックスフォードリバーブは高品質なリバーブということで評価が高いプラグインです。パラメーターやフェーダーがたくさんあってとっつきにくそうな感じがしますが、落ち着いて一つ一つのパラメーターを見てみると基本に忠実なパラメーターが並んでいます。プリセットはたくさん用意されています。それぞれにたくさん入っています。今、ホール、フルというプリセットをドラムのループにかけてみました。鮮度の量は0デシベルになっています。通常よりかは多めに送られている状態になっています。再生します。比較としてよく使う Waves の R リバーブを出してみたいと思います。こちらもプリセットでホールを選択しています。再生します。オックスフォードリバーブの第一印象は派手すぎず自然でリッチな響きだと感じました。すごくいいなと思いました。リバーブというプラグインを触るのが楽しくなりそうです。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。全くの偶然ですが、現在私の持っているソノックスのプラグインは気がついてみるとエリートという7つセットのバンドルと同じ内容になっていました。今回はエッセンシャルバンドルというバンドルセットを見てきましたが、次回は単品で購入したプラグインを4つ見ていきたいと思います。
また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。